お疲れ様です。どうもかっちゃん、これから夕方ですね。土曜日だよね。土曜日だから結構ね、人いっぱいいるね。ちょうど日本から届いたばっかりなんですよ。オゾンの新しいロータイドっていう一番ベーシックなやつなんだけど、かっこいいのが表側が艶消しのブラック、内側がねピアノブラック仕上げなんですよ。レンズはね薄いブルー、ちょっと目が透けて見える、よく見ると見えるかなっていうぐらいのやつで新商品で入ってきたんで、今日は何を乗るかというとですね、新作です。パイシーズ。海賊みたいな。海賊パイシーズ。パイシーズって魚だっつってましたね。聖書かなんかに出てくるのかな。ラウンドノーズフィッシュ96がベースになってるんですよね。薄い平べったくした感じのボードなんですよ。ノーズがちょっとワイドで、レールがすごく薄い。でテールはねラウンドノーズフィッシュとねまた違ってラウンドスワロー、内側がラウンドしてるんだよね。こういう感じでね、こうまっすぐ切ったスワローじゃなくてラウンドスワロー、アメリカのロストのねストックボードから取ったフラッグシップビルドだからね。ピンは MR ツインプラスは B シュワットバレル、ヘッドスーツはアンカーです。スプリング今日はねあったかいからボードショーツでも入れそうなんだけど、じゃあ着替えていきましょう。ゆっくりですね、沖にね向かってます。結構ね海ね人入ってますね。風でちょっとオンシャワが吹いてて、もういろんなところがぐちゃぐちゃに潰されちゃうような波ですけれども、少しねサイズのある波セットを待ってね、リッピング1つ目して2つ目もねターンを軽くしてゆっくりねボードのね乗り味試してるんですけど、ゆっくりこうボードを押し込んであげるとスピードがねどんどん出てってね、横にね随分ね長いライディングに、ね、なってると思うんですよ。スープの上もねスルッとね抜けてきますね。やっぱ EPS のボードって浮くので、ホワイトウォーターの上にね乗せるとねよくね前に走ってってくれますよね。これもねビュンビュンねスピード出てると思います。ずーっとねスピードが出たまま止まらないでインサイドまでね行くことがねできました。パイシーズのボードって見てもらうと分かるんですけど、テイクオフした時ラウンドノーズフィッシュ96よりもノーズがね少しね上がってると思うんですよ。ロッカーがノーズの部分ねチュッてねこうねあるから、今もねいい感じでターンしてますよね。2つ目もねスプレーがね出てますよね。ちょっとボードをね上に上げただけでスプレーが出るんですよ、このボード。もうブラックシープだっていうこともありますし、このねパイシーズっていうねテンプレット、本当はアメリカでね今一番売れてるモデルだっていうことなんで、僕もね皆さんにぜひねこのモデルロストファンの人にはね試してもらいたいモデルなんですけれども、よく走りますよね。本当なんていうんですか、足が乗っかってる部分がフラットなロッカーなんで、もうほっといてもボードがヒューって走ってってくれるんですよ。それでいてテールのロッカーとノーズのロッカーがあるので、フラットな部分が長いんだけどノーズのとテールの部分はクイッてね上がってるんですよね。だからね敏感にね動くんです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は波が難しい波だったな。なんとか乗れて、やっぱもうスピード出るね。ブラックシープビルド、風波の時に波の熱いところでヒュッて立って、それピュンって蹴る、ぐにゃって蹴るとビヨンビヨンビヨンスピードが1段階2段階3段階ってどんどんね速くなっていくんだよね。アップスンダウンするためにねギアが1個ずつね上に上がっていくような感じでスピードの出る素材だっていうのが分かりましたね。ベトナム製のパイシーズなんだけど、ストックボードにラブサーフの方に入ってくるんで皆さん楽しみにしていてください。ラウンドノーズフィッシュ96をワイドにしてあってって感じがするかな。メイヒムのパフォーマンスフィッシュ好きな人はこのボード好きだと思うんですよね。ラウンドノーズフィッシュとラウンドノーズフィッシュレトロ中間になるような感じのボードじゃないかなっていう感じしますね。フィッシュ好きの人にはたまんないボードだと思います。いろいろあります。メイヒムもね最近これ乗ってるよね。 PU のやつね、気に入って乗ってる。すげえ結構速いね。今日はそんなところで、はい。この日も波がなんかあんまりいい感じではないですね。乗りましたよ。結構ね早いうちから今ねテイクオフできましたね。スープの上で今ねターンができてるのちょっとね細かいことなんですけれども、ホワイトウォーターの上でねターンができてるんですよ。ほんとこのブラックシープのボードってホワイトウォーターに強いので、そこがねいいですよね。今もねあんなねポケットのところでねちょっと板返しただけでスプレーもシュバって出ますし、すごくね、スピードが出るのでサーフィンしていて楽しいですね。これはちょっとね波に合わせてくるっと回りましたけれども、沖だけが浅いんでねすぐねこうやって波が熱くなっちゃうんですけど、そんな波にもねブラックシープって一発目とにかくテイクオフしてからすぐにスピードで出てるのが分かると思うんですけれども、スピードが全然止まらないですよね。よく走ります。
これもねスープの上に乗り上げて2つ目3つ目これ3回ねすごい際どいターンじゃないですけど板をね上に振り上げてるんでこれねなかなかね気持ちいいんですよこういう動きっていうのは。今もねボトムにちゃんと降りてトップに行ってっていうねこのほんと細かい膝並みでもねこうやって細かく自由自在に動き回れるので本当楽しいですね。パイシーズね見てくださいこれ膝並みですよね。これなんかもねスピードがついてぐるっと回ってこれもフィニッシュですね。テイクオフも早いです。見てもらうと分かるんですけどノーズが浮き上がってますよね。クイックにターンして2発目も、ちょっとなんか波のね分厚いところでもこんなターンができちゃうんです。それでねこれ波をこれボードをプッシュするとねどんどん前に出てってくれる。波がこう厚くてもねどんどんこうやって前に出てってくれるそういったボードですよねパイシーズ。もうこれなんか見てください。もう自由自在にちっちゃい波ね滑りまくってると思うんですよ。またねテイクオフね結構早めにしましたよ。リッピング一発して2発目向こうから崩れてくるところに結構今のクリーンヒットでしたね。西井はねこの日MR のツインフィンスタビライザーホワイトブラックのねカラーのものをつけてますけれどもすごくねマッチするのでパイシーズにねぜひね皆さんねこのフィンもね試してみてください。お疲れ様ですパイシーズいいね。乗れば乗るほどこのボードの良さが分かってくるっていうか癖がつかめたっていうか、5-5のラウンドノーズフィッシュいつも乗ってるんだけど、パイシーズが 5-4 だから浮力も 27.25 だから 1.25少ないから、最初ねテイクオフがねそうになって感じたんだけどそんなことなくて2ラウンド目になったらテイクオフ速くなっちゃってサーフボードのワイドポイントがラウンドの96よりも前にあるからボードの前にパドリング姿勢をね置くと速くなるんですよ。ワイドノーズのボード乗るときは必ず前のめりねテイクがね速くなるからねそれコツですね。回転性がねすげえいい。くるくる回りたくなる久しぶりにね回りました。1年ぶりぐらいかなくるっと回ったのやりたくなるんだよこのボードね。スピードがすごいね。バックウォッシュとタイミングがあってブヨンってなったらバックウォッシュのタイミングと一緒にブーンブーンブーンってすごいスピードでちっちゃい波なのにポンポンポンって言ってましたもんね。びっくりした自分でも。PU はもっと波のサイズのあるソリッドな波で乗ってほとんどブラックシープでいけちゃうんじゃないかな。コンディション悪い時サイズのある時も乗れるから日本だったら大丈夫かな。どのサイズでもあんまりね危険な波はもうおじさんなんでやらないんで楽しい波にはやっぱブラックシープ合うと思います。ブラックシープね乗ったことない人には一回ぜひ乗ってほしいです。明らかに別物なんでとにかくスピード出ます。もうそれだけです。そんな感じです。はいまたお願いします。おはようございます。どうもどうも今日も天気いいですね。いやカリフォルニア久しぶりに水温が上がってロングスリーブタッパー着れるんですよ。ボードショーツでカリフォルニアサーフィンできるってなかなかないよね。年間1週間とか2週間だけで貴重なハワイみたいな水温で天気もいいし、ただね波はなくなっちゃいました海も人いないっす少ないです。アンカーウェットスーツで、ね、一番最初は日本の YouTube で紹介したら、他のメーカーさんが真似するキャップがついてるやつみんなね同じようなの作っていいんですけどね真似されるってことはみんないいなと思ってるってことで、1ミリのジャージなんですよボディが。裸でサーフィンすると擦れるじゃないですか。Tシャツだとテイクオフするときにここが伸びてねこうやって手が引っかかっちゃったりするんだよね。保温性ないんで日焼け防止ラッシュガードと同じ生地なんだけど日焼けしないんですよね。ここがね真夏に1枚あるとすごくいいですよ。やっぱ日焼けって体に疲れるし皮膚がんとかにもねなっちゃうんでね気をつけないと。アジアの人たちは日光に強いんで大丈夫なんだけど白人のねアメリカ人の人なんかねチャッキーさんもそうだしね皮膚がんになってるしね MR さんも皮膚がんになってるしねみんな日光ね当たりすぎて皮膚がんになっちゃうんでね気をつけた方がいいですね。今日波ちっちゃくなったからもうこれしかないなと思って持ってきたんですけど最近乗ってるやつですね。そうラウンドノーズフィッシュ96よりも小波で使える板読めますかたっつぁん。名前がわからないですねここに書いてあるよパイシーズパイシーだパイシーパイシーズですね。じゃあワックス塗っていきましょう。よーしこの足のとこねつま先のところがね一番塗るんで塗れました。じゃあ行きましょう。西井がまた次のセッションに向かってます。ちょっと小走りにね早くね海に入りたいなって気持ちがね現れてますね。フードをかぶってるんですけどこれね夏にねおすすめです。この日も波がねなんかこうくしゃくしゃというかその中でも形のいいのを見つけてテイクオフしましたよ。まずちっちゃなところでリッピングして重なってるところ
前の波に出てリッピング、まあなかなか2ムーブでいいライディングだったと思います。まあ膝波でねこれだけ走って動ける板ってなかなかないじゃないですか。ロストのやっぱフィッシュってすごくね楽しいのが、こうやって力のないね弱い波でもこうやってねサーフィンさせてくれるっていう感じですね。パドリングしてゆっくりですよね。ほんとゆっくりパドリングしてね、スイって立てるので、このボードねテイクオフも早いです。ノーズがね結構やっぱりワイドなんで、もう見てもらうと分かるんですけど、すごい膝波とあと波の厚いところでどんどん走ってますよね。今最後のリッピングなんかも波の厚いところで無理やりリッピングしてスプレーが出てるって感じで、セクションであれだけスプレーが出るのってなかなかないですよね。これなんかもどんどんホワイトウォーターに当てて、もう一回ね白い波の上にね乗り上げてっていうね感じで、もうボードが軽いからもう自由自在に動くんですよ。それとあとやっぱりスピードですよね。ファーストターンからこうやってスピードが出ちゃうから、もう今のカットバックなんか波の裏に行って戻ってきてる感じがすると思うんですよ。ここもですよね、波の切り立ってないところでああやってスラッシュみたいなターンができるので、スプレーもちゃんと出るし、本当ねブラックシープがすごいのと、やっぱりこのパイシーズのこの横に走るスピードっつったらすごくないですか。この膝波であれだけ走れるっていうのはやっぱりシェイプデザインがねすごくね優れてるからだと思います。これもねくしゃくしゃな波でリッピングをね2発、これ3発目もいきますよ。ほらね3発ああやってねコンビネーションターンで3回ね波でね当てられるってなかなかね普通のハイパフォーマンスボードでもなかなかないぐらいのデザインなんで。お疲れ様です。走るねこの板ね。ちっちゃい波をキュッて立ってちょっと待ってから、わざと待ってからこうキュンってやるとスピードがビヨンビヨンビヨンってスピードが1回漕ぐともう1回漕いで2回漕ぐと同じスピードじゃなくてどんどんスピードがついていく感じのボード。ブラックシープだからっていうのもあると思うんですけど、パイシーズいいね。ラウンドノーズフィッシュ96から進化してるボードなんで、僕ほらラウンドノーズフィッシュ大好きじゃないですか。いろんなねシリーズが出たんで、その中のねこれ最新版なんでいいですね。おすすめできます。 PU でもあるしカスタムオーダーなんかでもできるし、絶対ねおすすめなんでね、ぜひぜひね皆さんに手に入れてください。今日は新しいボードを持って海に来ました。ハイシーズのニュールックっていうもので、メイヒムのロゴがね新しくなって2025年からこのねロゴになってるんですよ。前のロゴの並行して、ね、販売されるんですけれども、ちょっとクラシックなロゴが入ったブラックシープのモデル5.4から6.0まで入ってくるのでチェックしてください。新しいねラウンドノーズフィッシュ96みたいなボードなんですけど、それよりもレールが薄くてノーズがワイドで平べったくなったような感じのボードなんですよ。ラウンドノーズフィッシュ96の同じ5.5のものと比べるとワンサイズ幅が広がって CL 値はほぼ一緒なんですよね。だからラウンドノーズフィッシュよりも平たくなったようなボードだと考えてください。ただラウンドノーズフィッシュレトロよりはもっとシャープですね。アメリカで2024年一番売れたモデルなんですよ。スワローテールなんですけれども、カーブが入ってるちょっと変わった可愛い感じのフィッシュテールですね。これはねウィングがついてるんですよ。なぜかっていうと平べったくしてワイドにしてある分、テールエンドはシャープにするためにウィングをつけて絞り込んでるっていうサイズですね。このボードはテールがワイドになってるんでクワッドでも乗れるんですよ。だからドライビンでもクワッドでも乗れるし、ツインフィンプラス1でも乗れるっていうねマルチな感じで乗れるので、1本で楽しみたいなっていう人にはね面白いボードだと思います。アメリカでも一番売れてるモデルなんで、これ新しいロゴです。すごいかっこよくなりました。レールはラウンドノーズフィッシュ96のレールってもう少しねこう丸みがあるんですけれども、フラットな感じで来て、そこから早くこう落としてあるんで、ちょっとレールがね薄い感じになってますね。だから持った感じ 28.5 リッターあるんですけれども、25、6リッターのボードを回ってるような感じのレールですね。ラウンドノーズフィッシュ96で使ってる MR のツインプラス1か、波のサイズが結構あるのでもうちょっとドライブしたいので、これせっかくこのボード5フィンなんで H4 前が L サイズで後ろがクワッドのセットにしようと思います。いいですね、かっこいいですね。これはサマクルですね。マットが2024年に日本で発売してたんだけれども、あんまりみんな注目してくれなかったから、なんでだって言ってうわアメリカすげえ売れてるぞ。はい、西が日本の海でこれサーフィンしてる映像ですね。これはねつい先日なんですよ。
西井がねこのボードを持って千葉のね波がいいっていうんでねちょっとね出かけてみました。これね見てください、波がね熱いんですよね。これねポイント名はね千葉南のねマルキですね。ここの波っていい時はねもちろんねすごくねソリッドでいいんですけれども、これね実はねファーストブレークだけブレークしてあとは波がね熱くなっちゃうんですよ。そういったね波のね熱くなるところもこうやってねパイシーズフラットなロッカーの部分が長いのでフラットなこういう波のところでもどんどん走っていっちゃうんですよね。それでノーズはねちゃんとねロッカーがあるんでリッピングもできるっていう感じで、もうこの辺でファーストブレークこうやってブレークするんです。この後ね波がね熱くなっちゃうんですよ。この辺なんかはもうカットバックでつなぐんですけれども、とにかくパイシーズブラックシープの素材と相まってよく走ります。スピードが出ます。本当にねこの、ね、パイシーズね皆さんね自由自在に動くっていうのかな、すごい敏感なボードですね。ラウンドノーズフィッシュ96よりもちょっとねハイパフォーマンスな感じ、リッピングがねよりやりやすくなってるようなそんな感じですね。特にね波のねフラットなところとか厚いところとかどんどん走ってっちゃうんで、ロングライドとかねしたい方にはね向いてるモデルなんでね、ぜひねこのパイシーズの、ね、ブラックシープビルド今回入ってきてるんでね手に入れて楽しんで乗ってください。ホワイトのねバレーのねパッドつけてますね。ワックスがね溶けないようにこうやってねボトム側をね上にしてね日に当てないように上がってきてます。どうでした？はい、今1時間30分ぐらいサーフィンしたんですけれど、潮がねどんどん上げてきちゃってなかなかテイクオフするのが難しかったんですけど、ラウンドノーズフィッシュ96よりもちょっとワイドだからフラットなセクションもずっと走ってくれて、なんとかインサイドまで滑ったり波乗りつらいだりできました。波がねこう切り立ってくるところがなかったのでちょっとねリッピングするセクションがなかなかなくて手こずったんですけど楽しい板でしたね。どういう方におすすめですか？ワイドポイントが少し前にあってノーズのロッカーがあるんですよ。こう動きがいいっていうか動きが出ますね。あとレールが薄いから思ったよりも早く内側に入ってくれる感じがしました。なかなかいい感じです。ハイタイドの時とか波を乗りつないでいくようなセクションがあるところのサーフィンするにはいいかもしれないですね。お疲れ様でした。はい